はい、どうもりごろです。今やカーナビの主流になりつつある Android ナビをですね、シエラにつけて約1ヶ月間使ってみました。で、僕はそれまではカロッツェリアのですね、2023年発売の DMH-SF500 というね、ディスプレイオーディオを使ってたんですが、正直言ってつまんなかったんですよね。で、今回は弟さんからね、ご提供を受けたので、入れ替えてね、Android ナビってなんぼのもんじゃいと。しばらく使ってみて、辛口な意見もね含め、正直なね感想をシェアしたいなと思っております。で、まず結論から言うとですね、Android ナビ、すごくいいです。素晴らしいと思います。やばいです。で、何が素晴らしいかって、使ってとにかく楽しいんですよね。初めてねスマホを手にした時のドキドキ感、感動みたいなね。Android ナビはね、もう確実にもうゲームチェンジャーだと。もうね、カーナビのパラダイムシフトを担うアイテムだと。その将来性も含めね、今後の行方が非常に楽しみな新カテゴリーであると実感しております。ただですね、問題点もなくはないので、その辺もね、後ほどまとめてお伝えしたいなと思っております。で、カーナビって、取り付けや詳細やね使い方を説明すると情報量がすごく多すぎてとてつもなく尺を取るので、この動画ではですね、簡単に、Android ナビとは何なのか、今回はね弟さんの S8MS というタイプを使ったんですが、その特徴だったり、自分の使い方だったりね、あとは問題点や課題、あとはまとめですね。弟製品がこんなにいいですよっていうのではなくて、どちらかというと Android ナビの概念的な部分とか、あとは実際に細かいところもねチェックした上で、使ってね感じた僕の思いみたいなものをねお伝えできればなと思っております。で、取り付けに関してはですね、一般的なナビとほぼ一緒ですから、YouTube 上にね多くの動画が上がってますので、この動画では割愛しますが、一応収録はしてますので、コメントでね要望が多ければ別動画にてね公開できればなと考えております。はい、まず Android ナビとはってことなんですけど、簡単に言うとですね、Android タブレットを車に最適化したものですね。車に最適化ってどういうことかというと、例えばエンジンをかけたら起動して、止まったら電源が切れるみたいな。車内がね高温になってもしっかり操作できる。音がね車のスピーカーから出る。バックギアに入れたらバックカメラの映像が表示されるといった、通常のカーナビと同じような感覚で扱える Android タブレットのようなものということです。よくねタブレット車に置けばいいじゃないかっていう方もいらっしゃいますけど、通常のタブレットだとこうはいきませんよね。Android OS がベースのディスプレイオーディオということですね。で、勘違いしてほしくないのが、似たような故障の Android Auto というものがありますが、Android Auto は Apple CarPlay と同様にお持ちのスマホがね Android の場合、対応のねナビだったりディスプレイオーディオに接続して地図や音楽などを車側から簡易的に閲覧したりコントロールできる機能であって、ここでいう Android ナビとは全く違いますのでご注意ください。従来のカーナビやディスプレイオーディオでですね、そのデバイスに特化した OS だったりインターフェース、機能しかないので、妥協が当たり前ですよね。特にスマホライクじゃないユーザーエクスペリエンスにストレスを感じながら使われている方もね非常に多いと思います。でそもそも20年以上も前からですね、革新的な進化がない時代遅れなものですから、当然ですよね。で Android ナビなら、自分の好きな地図アプリが選べたり、あと音楽再生アプリもですね、好きなものを使えて、日常ね使ってる音楽映像コンテンツをいつも使ってるインターフェースのままストレスなく使えます。当然タブレットですからね、 YouTube の視聴はもちろん、Gmail やね Chrome でのウェブブラウジングだったり、あとは LINE とかゲーム、動画編集、何でもできるわけですね。ただ一つだけ従来のナビに劣る点がネット通信ありきのデバイスということですね。つまり Android 機ですから、ネット回線や、Wi-Fi につながってないとナビ機能はもちろん、その他の、オンライン前提のアプリは機能しなくなります。今回試した機種は、4G の、SIM スロットがあるので、そこにポポの SIM を入れて、毎月の月額費用はゼロで運用しています。でスマホのテザリングは一切使えません。自分の場合はですね、音楽データを外部ストレージに大量に置いているので、オフライン状況でもですね、通常利用の上では全く問題ないですね。つまり Android ナビは無限にカスタマイズできるので、自分に最適な車内エンタメ環境を構築できることが魅力なんですよ。ここでね一つねお便りをちょっといただきまして、いつものやつね。ナビはスマホの Google マップで表示して、音楽とかはスマホから Bluetooth で今のナビに飛ばしてるからいちいち変える必要ないんだよねと。どうしても地図を大画面で表示させたいなら Apple CarPlay とか Android Auto もあるしっていう。なるほど、スマホでいいんじゃねってことですよね。はい、お気持ちはよくわかりますよ。自分も車に乗るときはほぼ一人ですし、やることといったらラジオ聞いたり音楽聞いたり、たまにねナビ使う程度ですから、激しく同意ですよね。ただ Android ナビにね変えてからねいいなって感じたことが一つあって、スマホと完全にね切り離せることなんですよ。でスマホと連携させる場合、例えばナビ中だったりとかね、誰かと一緒に乗ってる時に電話かかったりすると厄介じゃないですか。いろんな通知とかね。あとねその日の最初に車に乗る際に、その直前までね見ていた YouTube が勝手に再生されたりとか、
あとはね、コンビニに立ち寄ってペイペイで決済して戻ったらさっきまで聴いてた音楽が止まったりとか、まあね、スマホと完全に独立できるってすごくいいなと。Apple CarPlay とか Android Auto は、ぶっちゃけ使えないんですよね。で、Wi-Fi や Bluetooth の設定が正しくないときは接続されないし、わざわざナビ画面にでかい地図を表示させてもですね、ピンチ操作すらできない、時代遅れな仕様なのと、あとね、無線で繋いだ場合はテザリングとかできなくなっちゃうんで、ほとんど使えないんですよね。あとすごくエラーも多いです。あとスマホとの連携はバッテリーの消費が激しいので、車から降りたらね、充電減ってたりとか、あとナビの途中の時ね、下車するとずっとナビがうるさいみたいなことも多々ありますから、あまりいいことないんですよね。いいこともありますけどね。Android ナビの立ち位置なんですけど、従来型ナビ、ディスプレイオーディオ、Android ナビの違いを整理するとこうなります。で、これは一般の汎用品をもとに比較したもので、カーナビについては古いものからね、最新のものまで、機能面で差が大きいので、ここ10年ぐらいにリリースされたナビをもとにざっくりと表にまとめてます。この3つの違いを明確にするための表なので、細かいところはですね、何卒ご容赦ください。黄色い文字でね、表記されているものは、オンラインじゃないと完全に機能しない部分ですね。最近ね、多くなったのがね、YouTube も見れるという触れ込みの商品ですが、大事なのはですね、どんなアプリで見るかなんですよ。僕が以前使ってたカルツリアのディスプレイオーディオも、独自のね YouTube 越のアプリがありましたが、もうね画質は悪いわ、反応は遅いわ、もう UI もね超絶使いにくかったので、いつも使ってる YouTube アプリで見れるかどうかってことが大事だと思います。で、最近熱いのがですね、AI ボックスと呼ばれるもので、これは何かというと Android ナビのディスプレイ部分を除いたもので、デスクトップパソコンで例えるならパソコン本体部分というイメージです。つまり外付けの Android ナビという概念で、今使用しているナビや、ディスプレイオーディオに USB ケーブルで接続して、Android ナビをディスプレイに表示して使えるようにしたものなんですよね。これはよく考えられた製品で、メリットはですね、面倒な取り付け作業を必要とせず、ケーブル1本だけでねすぐ使えちゃうところですよね。あと複数の車でね使いたい場合はこれ一つあればいいので、便利だと思います。ただデメリットも結構あって、データ専用 USB ケーブルでね接続するので、本体にね別途ね電源ケーブルをつながなければいけないのと、置き場所を考えなきゃいけない、つまりごちゃごちゃするところですよね。またね、今使っているナビが対応しているのかどうかだったりとか、タッチ感度やねパフォーマンスがどうなのかっていう、個人的に最も懸念されるのがですね、ケーブル接続によるパフォーマンスの限界だったり安定性の問題、そして致命的なのがですね、起動に時間かかるところですね。値段も高いし、両者ともですね、日々進化し続けているので、今後が非常に楽しみですよね。僕はね、とにかくケーブルでつないだりごちゃごちゃするのが嫌なので、ビルトインタイプの Android ナビ派ですよね。Android ナビ、現在ではですね、いろんなものが特に中国企業によってね販売されてますが、その中でもね最も勢いがあるのがですね、アトートさんなんですよね。その他のメーカーもありますが、やはり現在ではですね、もうアトートさん一強というか、ほぼ寡占状態と言っても過言ではないでしょうね。今回僕がチョイスしたのがですね、アトート S8MS っていうタイプなんですが、アトートさんのラインナップでは、現行の中では上位の S8 シリーズのね、ミドルクラスなんですけど、リリースがですね2023年の後半の比較的新しめのモデルで、僕がこれを選んだポイントはですね、9インチの QLED ディスプレイであることで、 4G の SIM が使えるセルラータイプであったこと、あとは物理ボタンがなくてねつらい位置のフラットデザインっていうところですね。一番大きいもので、10インチのものもいくつかあったんですが、僕の条件として、今まで使ってきたのが9インチなのと、大きすぎず小さすぎない、他の車のね装備と、干渉しにくいサイズであるってことと、SIM が使えてない、デザインがつらい位置の物理ボタンではないタイプという条件に一番近かったのが S8MS の9インチなんですよね。で、メーカーの方もですね、この S8MS が最も新しい部品を使っているので、おすすめであるということでしたし、なんといっても価格がお手頃で、コスパ的には MS が最強だと僕は思ってます。特にね物理ボタンの有無については、好みは分かれると思いますが、個人的にボタン部分にホコリが溜まったりするのが嫌なのと、掃除が楽なので、すっきりしたねフラットタイプの方が好きなんですよね。しかもこの価格で IPS 液晶ではなくて QLED ディスプレイを惜しげもなく採用しているあたりはすごいですよね。本当QLED ディスプレイはね綺麗です。この製品に限らず S8 シリーズの製品の大きな特徴としては、バックカメラが単眼なのに、バック時のね簡易バードビュー、俗に言うアラウンドビューモニター的な表示ができるので、これはぜひ使ってみたいと思って別売りなんですけども、カメラもね送っていただきました。あとはですね、ジムニーのステアリングリモコンにもね接続できるし、車のねリモコンが搭載されてない場合は、別売りのねリモコンもあるんですけど、デザインがって感じなので、サテチのね、この辺がおすすめなんじゃないかなと思います。あとデュアル Bluetooth なので、別売りのね OBD2 スキャナーを取り付ければ安定的に車の診断ができたりとか、タイヤの空気圧監視センサーシステムだったりとか、あとヘッドレストモニターにも接続できたり、拡張性もバッチリですね。あ
あとはですね、独自のトラック HU というアプリで、GPS だけでね、車両の場所を追跡して、スマホでね、確認できるアプリが標準搭載されてます。その他ね、細かい機能はまだまだたくさんありますので、概要欄の商品リンクからご確認ください。で、スペックなんですけど、スペックはこの通りなんですけど、いわゆる SoC のスペックを見ると、5年以上前の Android スマホレベルでですね、Android バージョンも10、メモリが 4GB でストレージが 32GB と。これを見るとですね、おいおい大丈夫かっていうスペックなんですけど、やはり車で使うことが大前提ですので、正直これで十分なんですよね。無駄にハイスペックにされて価格が高くなるよりはいいんですよ。これで市販されている国産の高額なナビに使われているチップ類はもっと低スペックですから、僕は結構アプリ多めにインストールしてますが、実際触ってみても今のところこのスペックでも操作性でもたつくこともなくね、サクサク動作しております。ディスプレイも高精細で文句なし。ぶっちゃけね、カロの2023年発売のディスプレイオーディオよりも映りはいいですし、動作も軽快だと感じます。音質もカロに引けを取らずですね、カロ以上に詳細な、チューニングができるし、使用するアプリによってはカロよりも音質は格段に良くなったと思います。あとはね、ステアリングリモコンもカロの時よりは格段にレスポンスが良くなりましたね。で、取り付け時に最低限あった方がいいのが、A 門から車種ごとにね、販売されている、汎用のハーネスですね。これはね、カロッツェリアのディスプレイオーディオで使ってた時のものをそのまま使いました。あと同様に、前回のものでね、購入したステアリングリモコン用のケーブルもそのまま流用しました。取り付けは一般のオーディオや、ナビと同じように取り付けますが、バックカメラやね、フロントカメラなど、オプションをね、使わなければそんなにね、難しくはないです。で、難易度は車種によるので、何とも言えないんですけど、現行ジムニーの場合はですね、とても簡単です。取り付けが厳しい方はですね、地域のね、取り付け業者を利用されるか、またはね、こういったオンダッシュタイプもありますので、ご検討ください。一番大変だったのはですね、バックカメラの設置でしたね。この製品だったりジムニーに限らずですね、基本バックカメラの設置はどの車種でも面倒ですよね。配線も面倒ですけど、ジムニーの場合、別途ホームセンターでね、ステーだったり、ネジなど、いろいろ試行錯誤を重ねて設置する必要があったので、大変でした。この MS タイプの魅力は SIM が使えることなんですよね。で、僕の場合、他にもデータ使い切りポケット Wi-Fi を常備してますけど、ポボの SIM をこれに使いたかったんですよね。ポボの場合は月額無料なんですけど、トッピングでギガを買わなくても最大128キロのね、通信ができちゃうので、地図で現在地表示するのに128キロあれば十分かなと思って実際にテストしましたけど、普通に使えました。実はオフラインでもですね、GPS だけで現在地表示できるんですよね。さすがにナビはですね、128キロだと、できなくはないですけど、使えないレベルでしたので、ギガ活するなり、ギガを買うなりしないとナビはきついです。すでに喋り疲れている。はい、続きます。弟製品のね、基本操作ですけど、下のボタン類は見ての通りで、画面左上が、左から一つ前に戻るボタン、丸いのがホームボタン、四角いのが最近使用したアプリケーション一覧。ここでアプリを終了したり、ゴミ箱アイコンでね、一括で全てのアプリを終了することができます。で、ここで本のアイコンがあるアプリについては、2画面表示対応アプリなので、アイコンをタップ、もう一つをタップすれば2画面表示ができます。1画面に戻したい場合は真ん中からスワイプすれば OK です。で、上から1回スワイプすると各アプリのね、情報だったり音楽や動画を再生しているときはその情報を見ることができるのと、通信関連のステータスの確認やオンオフ、メモリの開放や再起動ボタンが現れます。さらにスワイプするとですね、画面の明るさが調節できたりとか、設定アプリのボタンが表示されたりします。Android ですから、インストールしたいアプリは、Google Play Store からダウンロードします。これで好きなアプリをインストールしまくるわけですね。で、これが基本的な画面です。で、動作をぬるぬる。ここをタップすればアプリ一覧が見れます。設定はここから行います。iPhone とかね、iOS しか使ったことない方でもですね、基本はスマホと同じ。概念的なものは理解できているはずなので、慣れるまでにそう時間はかからないかと思います。ちなみにデフォルトではですね、電話機能はスマホと Bluetooth 接続してスマホの回線でかける仕様になってます。はい、こんにちは。で、音声対応 SIM を使っている場合でも、その回線からは、ね、発信できません。着信もできません。スマホの画面をミラーリングする際はこのアプリを使い、Apple CarPlay や Android Auto を使うときはこのアプリを使います。ワイヤレスでもカープレイとかが使えるのがすごいんですよね。ただしワイヤレスのカープレイの場合、もう動作はね、あまり速いとは言えないレベルでしたね。いずれも僕は使いません。はい。USB ポートもですね、2つあって、1つは外部記憶装置用、もう1つはスマホとかにつないでデータ通信用ですね。と他にもいろんなね、機能がありますが、何ができるかの詳細はですね、概要欄のリンクからですね、商品ページに飛んでご確認ください。僕はお店とかね、スポットの検索はですね、基本 Google マップを使うんですけど、ナビはですね、Yahoo カーナビの方が好きなので、
まずは Google マップで検索して、その情報をですね Yahoo カーナビに渡してナビをします。YouTube ですね。これも普段使っているスマホと同じように使えます。YouTube プレミアムにお金を払っていればですね、CM も流れないですし、バックグラウンドでね、コマンド表示もしっかりやってくれます。ほとんどの車にはですね、ラジオのチューナーはついていると思いますが、僕はラジオは基本的にラジコを使用しています。テレビはね、チューナーが搭載されてなくてもアプリで見れます。これは Android のいいところでですね、いろんなアプリがありますが、僕は日本のテレビアプリが一番使いやすいなと思ってます。広告がうざいですが、一旦終了させるなり、アプリをね、再起動したりしてると、ずっと広告未表示で見れちゃうし、なんといってもですね BSCS が見れるのがありがたいんですよね。ローカル局は見れませんけどね、ラジオもテレビも、オンラインじゃないと利用できませんが、搭載されているナビのチューナーをね利用する場合だと、県境とかね、トンネルになると、切断されるのが鬱陶しいですよね。でアプリの場合だと、オンラインであればね切断されないのがストレスフリーですごくいいです。音楽や映像はスマホからではなくて外付けハードディスクをつないでね、そこからデータを取るようにしてます。 Bluetooth と違って音もいいですからね。オフラインでもね視聴できるのと、特にこのパワーアンプという音楽再生アプリが秀逸すぎてもう買っちゃいましたね。もう何がすごいかというと、対応コーデックの豊富さや、音質などの細かい設定も素晴らしいんですが、なんといっても取り回しの良さなんですよね。で外付けハードディスクの中のフォルダーの階層をあたかもプレイリストのようにねフォルダー単位でアクセスできるので、直感的に操作できちゃうのと、いちいちプレイリストを作る手間もいらないのが素晴らしいですよね。これはね iOS にも欲しいアプリですが、残念ながら Android のみになっちゃいますね。曲のリストもですねピンチインピンチアウトで見やすく表示できるのもすごく秀逸ですね。これはマジでおすすめです。最もおすすめなのが、これも有料ですが紙アプリですね。アガマというねランチャーアプリで、要するにこれでホーム画面をカスタマイズするんですが、ナビって運転中に使うこともありますので、ナビ画面はできるだけその画面遷移しない方が安全ですよね。どこに何があるか分かった方がいいわけですよ。このアガマを使えばホーム画面の1画面からねほとんどのアプリの実行処理ができるんですよね。使いやすさ、見た目のかっこよさ、ね、あと安全性を考えると、これはぜひね、いや必ず入れてほしいねアプリですよね。患者の挙動についてね説明したいと思いますが、まずは始動スタート。はい、止めます。でもう一回かけます。スタート。こんな感じです。今度はバックに入れたいと思います。バック入れました。こんな感じです。これはいいですね。はい、もう一回いきます。もう起動と同時に映りますね。はい、素晴らしいです。だいたい1秒ぐらいですかね。はい、早いです。この起動スピードがですね Android ナビの最も大きな魅力の一つで、ちなみに前使ってたカロのディスプレイオーディオはねこんな感じでした。で後々のナビの起動が早いのはスリープ状態から復帰させてるからなんですよね。でスマホを起こすのと同じ感覚ですから、早いに決まってますよね。ちなみに別売りの180度バックカメラをつけると、なんちゃってアラウンドビューモニター的な表示がされます。最初はね半分見えない状態から徐々に全体が見えてくるんですが、切り返しなどでね、再度バックに入れ直すとまたね半分見えないところから再表示されるのがちょっと難点かなと。次に一旦エンジンを止めて再始動した場合のスリープからの復帰後の挙動と、手動でナビを再起動した後の挙動をよく使うアプリごとに整理したのがこの図になりますね。ほとんどが曲や動画の視聴していたところからレジュームされるので、特にストレスはないですね。Bluetooth 以外はですねほとんどが自動再生しないんですよね。なので、再生ボタンをいちいち押さないとダメな場合が多いですが、逆にねその方がいいよねっていうシチュエーションもありますから、一長一短かなと思います。ナビに関してはですね、問題なく案内は継続してますので、ストレスはありませんね。はい、実際に使ってみてね気になった点もいくつかありましたのでお伝えしますが、ちなみにこれから話す内容はですね、僕が見た YouTube レビュー動画で触れている人はほぼ皆無でしたね。ちゃんと検証されてないのか、気づいてて言わないだけなのか分かりませんが、今後の後々製品のさらなる進化のためにもね、あえてここでフィードバックさせてください。でまず構造と熱ですね。MS の場合、2DIN 仕様なんですが、ユニット部分が短いんですよね。これ 2DIN である必要あるみたいなレベルで短いんですよね。でこれならユニット箇所をですねこう寝かせる構造にして 1DIN にできたんじゃないかなってぐらいユニット部分が短いんですよね。あとファンレスなんで
なんかヒートシンクだけでね放熱してるようなんですが、車は高温になるので、ファンをつけるなりした方がいいんじゃないかなと思いましたね。すでに気温30度超えの環境で使用して問題はないんですが、暑くなるとねパフォーマンスの低下だったり不具合をね引き起こす可能性も高まりますので、ユニットにはですね、ファンをつけてほしかったなって思いました。で次は液晶なんですけど、物理ボタンのないフラットなタイプのものはおそらく全てに当てはまると思いますが、液晶の表面がですね完全にフラットではないんですよね。特にエッジの部分見ていただくと分かると思うんですが、反射を見るとねちょっとよく分かりますが、なんか湾曲していたり、この辺は縦にね筋が入ってますよね。でこれ気にならない人は気にならないし、気になる人はめちゃくちゃ気になると思います。動作上は問題ないんですが、気になる方はですね、縁のある物理ボタンタイプをお勧めしますが、僕は最初はね気になりましたが、使用しているとねまた気にならなくなりました。あとは輝度を下げると残り 30% を切ったあたりからですね画面がちらついてきますね。これも気づかない人は気づかないと思いますが、僕は気づいちゃったんですよね。よく見ないとねわからないレベルです。あと付属品でね保護フィルムみたいなのがついてきたんですけど、これねサイズ合ってないんですよね。それともこのまま貼り付けて使うんでしょうか。これ逆になんか引っかかったりするんじゃないかなって、ちょっとどうなのって思いましたけどね。僕はねフィルム貼らない派なのでいいんですけど、貼りたい方はですね、後々専用の別売りのものがあるようなので、それを買われた方がよろしいかと思います。YouTube でいろんなレビュー見ましたけど、このね液晶画面のことに触れている方ほとんどいなかったので、みんな気にならないんでしょうね。バードビュー機能の問題はまずキャリブレーションがめちゃくちゃ大変でした。少しでもね直射日光が当たると認識しなかったり、風でシートがなびいたりで、かなり苦戦を強いられましたね。時と場所を選ぶっていうんでしょうかね。そしてキャリブレーション設定完了後にねバックカメラの向きが少しでもずれたら表示がおかしくなります。でこれ当然ですよね。ただバックカメラはですね日々の振動だったり、洗車などで向きがねずれる可能性が高いじゃないですか。正確な位置に戻せない限り、再度またキャリブレーションやるのかってなってしまってね、どうでもよくなってしまいがちです。ファームウェアを更新すると設定がクリアにされる問題ね。めったにやらないとは思いますが、ナビのシステムのねファームウェアを更新すると、イコライザーだったりとか、その他ねナビの設定が初期状態でねクリアになっちゃうんですよね。独自のねチャットアプリを搭載するのもいいんですが、まずこういう地味なところでねバックアップだったりレストアできるねアプリをね標準で搭載するなりしていただきたいなと。はい、今回設置した弟のね S8MS、カロッツェリアのディスプレイオーディオとは比べ物にならないほど楽しく遊べます。これがですねバックカメラと合わせても5万円程度で、手に入るのでね非常にいい時代になったと思います。で MS の設置は筐体が角度調節できない仕様で、ステーのねネジの位置をずらして、前後にね調節するのみとなっていますが、現行ジムニの場合はまだ少し余裕があったので、10インチでも良かったのかなとは思います。あとスペックなんですけど、メモリ 4GB のストレージが 32GBで、最初はねサクサク動くかもしれませんが、常駐アプリのタイプにもよりますけど、残りのストレージがね圧迫されてきたりすると、動作がもっさりしてきたりとか、あとエラーがね頻発したり、不安定にもなる可能性が高いので、長く使う上では、最低でもね 6GB の 64GB は欲しかったかなというのが率直な感想です。これはあくまでもパワーユーザーならというお話です。普通に使われるなら問題ないと思いますけど、長期利用を考える方は、予算の許す限りね極力メモリとかストレージの大きいものをね選ばれた方がよろしいんじゃないかなと思います。はい、Android ナビ、無限にねいろいろできるのはメリットではありますが、逆に自由度が高くいろいろできすぎることで、例えるならガラケーからねスマホに切り替えた時のようなアレルギー反応っていうんでしょうか、多少のね戸惑いがあるかと思います。でデジタルリテラシーが、高めな方はね問題ないと思いますが、そうでない方はですね、慣れるまでに時間がかかるんじゃないかなと思います。で僕も慣れるまで少し戸惑いましたけど、しかしながら、逆に言うとですねそれこそが面白いということなんですよね。その自分の思い描いた構成にするまでのね道のりが楽しいんですよ。さらにもっと面白くっていうね希望も出てきて、ワクワクさせてくれるのが、この Android ナビの、醍醐味だと思います。あとは何と言っても安い、で課題や問題は多々ありますが、それを補ってねあまりある楽しさ安さだなと思っていて、この安さなら、スマホのようにね買い替え前提で、ライトに使っていくのもありかなと思いました。で弟さんってアフターケアに重きを置いていて、サポートはしっかりしているし、何かね問題があって問い合わせてもレスポンスも早いんですよね。価格が手頃だからバカ売れしてるみたいなんですけど、で
何がすごいかというと、それだけねユーザーから多くのフィードバックが集まってくるわけじゃないですか。つまり次の製品のレベルがますます高まっていくってことなんですよね。ちなみにカロッツェリアなんですけど、問い合わせするにもですね、恐怖のナビダイヤル押し出し、あとはメールでね問い合わせするにも面倒なフォームからしかできないんですよね。回答の返信もメールで返せないんですよ。いちいちフォームからやり直さなければいけないんですよね。しかも土日はお休みっていうね。以前使ってたディスプレイオーディオの時は2回ほど問い合わせしたんですけど、もうめんどくさくなっちゃって2回とも問題が解決しないまま、頓挫したなんてことがありました。ちなみに主要国産メーカーの9インチデバイスの現在の価格をねピックアップしてみました。ご覧いただいて分かるように高いです。ここからさらにね取り付けキットだったりバックカメラだったり取り付け工賃がかかりますからね。もうね日本のナビ業界は終わってますよ。このね陳腐化した国内ナビ市場に風穴を開けたということでね、このまま弟さんには突き進んでいただきたいのと、まだまだね発展途上ではありますが、今後ねますますいいものが出てくるだろうし面白くなっていくデバイスであると、使ってみてね確信しています。スマホ使ったらガラケーに戻れないのと一緒で、Android ナビを一度でも使うともう従来のナビやディスプレイオーディオにはね戻れないんですよ。本当にもうそれだけ楽しく遊べるデバイスです。おすすめです。ではまた。